闇のやり込みプレイヤーあかねちゃんやで、付き添いの葵です。前回は農園を手に入れて錬金術スキルを100まで鍛えたんやったな。序盤でこんな便利な家手に入っていいのかなって気はするけどね。ほんじゃ今回もどんどん強化して最強のウェアウルフを作っていくで、よろしくお願いします。次はウェアウルフでプレイするなら必須の指輪をソルスセイムまで買いに行くで、やたら値段が高い指輪ね。錬金術スキル稼ぎで大量のポーション作ったから金の心配は無用や。そう農園では定期的に収入が発生するから出発前に受け取っておくで。5328ゴールドってこれまた大金だね。まあファストトラベルで日数経過させまくったから多少はな。ほんじゃポーションを売り払って金を作るで、商人の金が尽きたら殴りリロードで復活させるんやけど、ソルスセイムの商人の方が所持金が多いからこっちで売った方が多少楽ができるで。それでもポーション一つ一つの値段が高いからすぐ所持金がなくなっちゃうで、全部金に変えようと思ったらかなり大変やな。とりあえず2万ゴールド程度あれば今後金に困ることはないからそこまでは頑張るで。ほい何度か殴りリロードを繰り返して2万ゴールドまで貯めたで。あれ商人の所持金ゼロなのに売り続けてない？これは話術スキル稼ぎやな。商人の所持金はゼロでも経験値は入るからこれを利用して話術スキル50まで鍛えるで。随分贅沢な稼ぎ方だね。ほい話術スキル50達成や。そしたらここでサバイバルモードをオンにするで。サバイバルモードって空腹とかの要素を追加するやつだっけ？なんでこのタイミングで？サバイバルモード中はスキルツリー画面開いてもレベル上がらんからな。これを利用してレベルを上げずにパークを取得するわけやな。ほい雑貨賞ゲットや。これで全ての商人にポーションを売りつけられるようになるで。なるほどね。でもなんでレベル上げちゃいけないの？この後スキルトレーナーでスキル稼ぎする予定があるからレベルアップはストックしておきたいんや。ほいそれじゃあフロストムーンの断崖で売ってる指輪を全部購入するで。吸血衝動の指輪、月の指輪、本能の指輪、狩りの指輪の4つだね。どの指輪がどういう効果だったっけ？とりあえず一覧で出すが詳しくは使う時に解説するわ。指輪の購入代金やけどポーションを売り払ってちゃんと回収しておくで。殴りリロードもそれなりに面倒だし買い物と回収は同時にやっておくに越したことはないね。ここで買える指輪やけど、これつけてるとハーシーンの指輪を装備できんから1日1回しか効果を得られんように思えるんやけど、ハーシーンの指輪に付け替えてすぐに変身すると、ほいこの通り指輪の効果が発動するで。でもこれどういう原理でこうなるの？指輪を外してから効果が切れるまでにタイムラグがあるからこうなると思うんやけど、まあ詳しいことはうちが知る由もないな。だと思った。ほんじゃ次は編成スキルを稼ぐで。あれ編成魔法も使うの？いや編成魔法自体は使うつもりないが編成パークには有用なものが多いからな。確かに魔法耐性上げたりとかできるもんね。ウェアウルフは装備で耐性上げられんから特に重要やで。ちゅうわけで念動力を取りにレッドウォーターの隠れ家まで来たで。せっかくやしここはさっき買った狩りの指輪を使ってみるか。狩りの指輪、どんな効果だっけ？ウェアウルフに変身中でも体力自動回復する指輪やな。正直これが一番汎用性高いと思うで。というか自動回復止まるのが厄介すぎるんだよね。中の敵はほとんど人間やから戦慄の叫びで無力化できるで。一体だけ吸血鬼がおるけどまあ一体だけならどうにかなるね。結構攻撃痛いね。複数いたら危なかったんじゃない？せやな、アンデッドメインのダンジョンはまだクリアできそうにないな。あ、そうや、ほれ狩りの指輪の効果で体力がじわじわ回復しとるで。確かに回復してるけどかなりささやかだね。それでも回復手段に乏しいウェアウルフにとってはかなりありがたいことに間違いないで。最初の広場の敵を全滅させたら念動力を回収するで。編成スキル稼ぎではおなじみの魔法だね。そしたらドラゴンズリーチのプロベンタスに話しかけて影の中でっちゅうクエストを始めるで。あれ念動力で編成スキル稼ぐんじゃないの？このクエストを進めると生命探知の呪文書が手に入るから、これも一緒に使えばより効率的にスキル稼ぎができるんや。なるほどね。それでどんなクエストなの？首長の暗殺計画の噂があるから調査するっちゅう内容やな。クエストを進めると馬屋に死体が現れるから、それを調べれば生命探知の呪文書が手に入るで。よしこれで念動力と生命探知が揃ったから編成スキル稼ぎを始めるで。暗殺計画はどうなったの？これ以上進めてもウェアウルフで使えるものは手に入らんからな。無視や無視。ほんじゃ魔術師の石碑に付け替えて大学に入学して、ファラルタからはついでに見習い用破壊&編成ローブを買っておくで。レドレピスから収束点を消化するクエストを受けて秘術の収束点を調べるとランダムで何らかの効果を得ることがあるからプラス100マジカ上昇が出るまで粘るで。事前に
セーブしておいてこの効果が出るまでリセットするわけだね。別の秘術の収束点で同じことを繰り返してプラス100マジカ上昇を2つ揃えたら、念動力と生命探知を同時に使って編成スキル化石開始や、秘術の収束点で得られるマジカ上昇は、一見最大マジカの上昇効果に見えるんやけど、実際には毎秒のマジカ回復量がプラスされてとんでもない速度でマジカが回復するで、魔法発動中でも回復が止まらないからずっと詠唱し続けられるわけだね。たださすがに念動力と生命探知の同時発動だと回復量より消費量の方が多いから、バラルだからローブを買う必要があったがな。でもそのおかげですごいペースで上がっていくね。そういえば生命探知は人が多いほど入手経験値が多くなるから、授業前の元素の魔で化石を行ってるで、それならもっと人が多い場所に行けばいいんじゃない？まあそうなんやけどマジカ上昇の時間制限もあるし、ここなら時間によって人数が左右されないっちゅう利点もあるしな。ほい編成スキル100達成や、時間はだいたい12分くらいやったで、12分ずっと魔法使ってるだけなのはちょっと退屈だったけど、100まで稼ぐ時間としては十分早いね。ほんじゃ次は回復スキルを稼ぐで、なんかテンション低くない？回復スキルはお手軽な稼ぎ方法がなくて結局トレーナー頼りになってしまったで、トレーナーもお金かかるからそこまでお手軽ってわけでもないしね。訓練は1レベルごとに5までしか受けられんから、上限に達するごとに1レベルずつ上げていくで、上昇させるステータスを選択した直後にキャンセルを押せば、スキルツリー画面を抜けられるから1レベルずつ上げられるで、トレーニングを効率的に受けるためによく使われるテクニックだね。でもこれってタイミングがシビアでできないって人もいるよね。できない人は練習するかもしくは地道に回復スキル上げるしかないな。トレーニング費用が尽きたらポーションを打ってまた資金を回収するで、スリで回収するって方法もあるよね。相手の体勢を崩す方法を用意すればそれもありやな。ただ今回は大量のポーションがあるからわざわざ罪を犯すこともないやろ。ほいトレーニングを繰り返して回復スキルを75まで上げたで。コレット先生は熟練者レベルのトレーナーだからこれが限界だね。そしたら殴りリロードで品揃えをリセットするで、ここまでスキルレベルが上がってれば守りのサークルが変えるはずや。あとは守りのサークルをひたすら連打して回復スキルを鍛えるで、守りのサークルはダメージ受けてなくても経験値入るんだね。せやな、これがあればそれなりにスムーズにスキルレベルを上げられるんやけど、これ自体が熟練者レベルの魔法やから買うまでがそれなりに大変なんよな。ほい回復スキル90まで鍛えたで。90でいいの？欲しいパークの条件が回復スキル90やからな。ほんじゃ早速パークを取得するで。その前にまずはレベルアップだね。ステータスは全て体力に振り分けるで。ほいレベルは33まで上がったで。体力410か。だいぶ成長したね。で、ここからパークを取得するわけやけど順番が大事になるで。まず真っ先に取るのは聖職者やな。そしたら一旦スキルツリー画面を抜けて血虫の兜を装備してることを確認するで。ほんじゃパーク取得の続きや、ここから先は順番は気にせんでも大丈夫やで。まず回復パークから死の回避。これは1日1回体力が 10% 以下になった時に自動で回復してくれるパークや、ウェアウルフにとっては貴重な回復手段になるね。次に編成パークから魔法耐性を3段階、安定性、精霊を取得するで。魔法耐性と精霊はわかるけど安定性っているの？まああった方が面白いことは確かやな。理由はそのうち説明するで。最後に錬金パークから蛇の血。これは単純に毒耐性の効果や、ほんじゃ現在のステータスをコンソールコマンドで確認してみるで。まず魔法耐性 46.88% やな。次に魔法吸収。これも 46.88% や。で毒耐性。これは 78.13% やな。元の効果よりだいぶ強化されてるね。これらのパークはもともと聖職者で強化可能やったんやけど、血虫の兜でさらに強化されて 1.56 倍になっとるで。これで魔法に対してはだいぶ強くなったね。稼ぎは終わったし太閤の石碑をつけるためにドーンスターまで来たで。太閤の石碑、防御力と魔法耐性が上がる石碑だね。とりあえず現在のウェアウルフ状態値の防御力見てみるか。ほい 312.50 やな。あれ随分中途半端な値だね。本来なら現在のレベルでの防御力は250になるはずなんやけど、聖職者アンデッドの効果で 1.25 倍されとるんや。ウェアウルフの防御力にも適用されるの。せやで、ステの攻撃力も強化されて 63.75 になっとるで。ウェアウルフになると吸血鬼は治ってまうから聖職者吸血鬼によって強化することができなかったわけやけど、聖職者アンデッドの発見でこれが可能になったわけやな。まさか今になってウェアウルフの強化法が見つかるなんてね。でもそれなら血虫の兜を装備すればさらに強化されるんじゃない？いやそれが防御力と攻撃力のバフがかかるのは変身完了後、つまり装備が外れた後やから血虫の兜による強化は受けられんのや。よくわからないけど複雑なんだね。ほんじゃ太閤の石碑をつけるで。あ、必ず血虫の兜を装備した
状態でつけること。これで聖職者と合わせて効果が 1.56 倍になるで。それで今の防御力はどうなったの？ほんじゃ変身して確かめてみるで。ほい、防御力 390.63。魔法耐性は 85.94 まで上がったで。魔法耐性って 85% が上限だったよね。装備なしでここまで上がるんだ。物理防御がまだまだ上限には遠いが、とりあえず半分くらいに軽減できるようになったで。ほんじゃ今回はここまでやで。今回でだいぶ強くなったね。次回からもまだまだ強くなるから、よかったらフォロー、チャンネル登録よろしくやで。いいね、高評価もお願いします。ではまた次回。